皆さんこんにちは、はらぺこなほこです。ということで後半編、調味料の選び方になります。さっきはですね、絶対に料理に必要というか和食に必要な調味料4つ紹介したんですけど、その他にも、基礎の調味料の紹介をしてみようかなと思います。で、これも一緒で、後半編に紹介する調味料も変えるとですね、本当に料理が美味しくなります。マジで簡単にですね、自分の料理の腕が上がったように感じるというか上がっていくのでぜひ変えてみてください。で、そのうちの一つ目が油です。油を使うものを変えると日本語変になった。使う油を変えると料理の味がぐんと変わりますし、油は、どんどんね絞った後酸化していくので、火を入れても酸化していくものが多いので、それを体に取り込むことによって老化が早くなったりとか、体がしんどくなったりとか、胃腸が疲れてしまったりとかあるので、塩の次に変えた方がいいかもと私は思っています。ということで油の選び方をお伝えしていきます。で、まず皆さんってどんな油使ってますかね。キャノーラとかサラダ油使ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、安い油はですね、薬剤でやっぱりこう油を抽出してしまって、かつ高温で炊き上げるので、もう血を汚すわ、胃腸を痛めるわで、私はおすすめはしないです。で、それを知った後、油っていろんな話があるのでここでは詳しく話さないですけど、これだけは押さえておけば体に安全な油が手に入るなと思ったポイントがあるので、それをご紹介します。まずはですね、ここに一番搾りとか書かれてるんだけど、圧搾搾りのものを選ぶことです。圧搾って何かっていうと、その薬剤で油を抽出してるんじゃなくって、昔ながらの製法でギューッとね、油のその原料になるものをギューッと上から押しつぶして、それで絞る製法になります。で、多分キャノーラとかが1リットルとか2リットルで、2、300円とかで買えるのかな。最近高騰してるのかなちょっと買ってないので分かんないんですけど、それに対してこの圧搾絞りっていうのはだいたい 900ml で1200円とか1300円ぐらいしてきます。で、高く感じると思うんですけど、体に与える影響を考えるんやったらもう全然安いです。後々病院送りにならないので、油を変えるのは本当におすすめしてますし、炒め物でも揚げ物でも全然美味しく食べれます。最悪ですね、サラダ油とか菜種から卒業したいけどちょっと最初高すぎるって方は米油とかでもいいんだけど、米油も結局農薬の問題とか、その薬剤で抽出してるものしかないので、できればね、圧搾って書かれてる菜種油とか、あと白ごま油とかおすすめです。でね、見つけちゃったんですよ。これすっごく美味しい菜種油、宝禄の菜種油って言って、低温で焙煎されてて、圧搾でしかも一番搾りで、もう本当に昔の製法で作られたもので、これね、生で食べるより炒めた方が美味しかったんですけど、これでね炒めたね野菜種がもうコクがあって、本当にこれとちょっとの塩とちょっとのお醤油で絶品になります。ただこれ460g で2000円ぐらいするので、気になる方は買ってみてください。で、ごま油とかも圧搾っていうものがあるので、そういうのを使うのがおすすめです。若杉流食用ではごま油をメインに使うことをおすすめしていて、揚げ物とかがこの菜種油っていう風になってきます。で、高い油を買うと一ついいことがあって、もったいなく感じてくるので揚げ物の頻度が減ります。すなわち体に負担をかける日が減ってくるので、ちょっと高いなって思うかもしれないんですけど、逆にね、無駄に取らなくて良くなってくるので、健康のためにもやっぱ私はいい調味料を買っていくのをおすすめしてます。あと油はあれですね、1回使ったらもう2日3日経つなら私は全部捨てます。
だんだんねいい油を取っていくと、その酸化した油の匂いとかがこう胸焼けを起こしたりとか、胃が気持ち悪くなったりとかっていうのが分かってくるので、まあね、揚げ物した後もったいないとかも思うかもしれないんですけど、匂いを嗅いでみてうえって思った時は使わないでください。私はもう最近コンビニの揚げ物の匂いとかマクドナルドの揚げ物の匂いとかが本当にダメで、お店にね入れなくなってきました。それくらい本来ですね、酸化した油っていうのは人間の体が拒否するものなので、ぜひ塩と油だけは最初にいいものに変えてみてください。はい、サクサクいこう。次何にしようかな。次、よし、先に料理酒を話そう。料理酒はまあそんな私はこだわりないんですけど、基本的には米と米麹だけでできたものを作ってます。醸造アルコールとか添加されたものは使わないです。でまあこれもなんでかっていうと、本物の日本酒をちゃんと使ってあげた方が美味しいんですよね。普通にコク出るし、やっぱり醸造アルコールとか入ってる安いやつよりかは深みが出るし、あと甘みにもなってくるので、みりんとか砂糖の塩が抑えられたりとかしておすすめです。で別に料理酒はそんなにここじゃなきゃダメみたいな私はないので、ぜひ地元の酒蔵を応援してあげてください。感じかな。うちは地元に酒蔵がないので、自然派食品店とかでコスパ良さそうなやつ、だいたい 720ml で1000円以下ぐらいのやつを探してます。はい、次お酢ですね。お酢もまあいろんな種類あると思うんですけど、私は和食を作ることがほとんどなので、この純米酢を使ってます。お酢もなんかアルコール添加されてるものとかいっぱいあるんですけど、私はもう米 100% です。まあ、洋食とか作る人が多ければ日本語の順番違った。洋食を作る機会が多い人はリンゴ酢とかね、ワインビネガーとかでもいいと思うんですけど、とりあえず今日は和食の調味料を紹介したいので純米酢おすすめしてます。これも有機って書いてるけど、たまたま安かったんですよね。 500ml500 円ぐらいで買いやすい値段だったので有機にしてますが、まあこだわりすぎると高くなっていくので、とりあえず国産原料っていうのを選んでます。でもこれも地元とかに作ってるいい蔵があったらぜひ地元の蔵を応援してください。で、酢に関してはやっぱ酢って血を壊す作用があるので、あんまり使わないようにしてます。でなるべく和え物とかで味が代用できそうなものをこの梅酢っていうのを使っていて、梅酢って何かっていうと梅干しを作った時に出てくる汁なんですね。で梅って梅と塩としそでつけてくるので、やっぱり梅酢を買う時は自然塩をおすすめしてます。この海の精っていうお塩は自然塩なんですけど、日本で有名なメーカーさんなんですけど、この海の精の方が出してくれているこの梅酢をねよく使ってます。最近ね母親が梅をつけるようになったので自家製の梅酢をもらったりとかして、これは料理に使ってもいいですし、ちょっと熱中症気味だなとか体が乾いてるなって時にお水に少しね溶かして飲ませてあげると、血液の水分バランス整えやすいスポーツドリンクみたいな感じになるのでおすすめです。で次、砂糖ですね。お砂糖はいろんな人にめっちゃ聞かれるんですけど、うちではもうすでに白砂糖とかは使ってないです。なるべくミネラル残ってるものの方がいいなと思っているので、こういう白砂糖みたいな粒感なんだけど、白砂糖みたいにこう生成されていないサトウキビのきび砂糖を使ってます。黒糖を使うとちょっと料理のね味にこう支障が出てしまったり、お菓子作りに支障が出てしまったりするのできび糖を使ってます。で天才糖はどうなのってよく聞かれるんですけど、天才糖もオリゴ糖が入ってるからいいとは言われてるんですが、うちの弟がやっぱ砂糖大根が原料なんですけど、ものすごいやっぱ農薬がかかってるのを現場で見てきたって話を聞いた時にちょっと私気になるなと思って、最近は天才糖使ってないです。でも天才糖はねスーパーによく売ってるので、そうね、なんか砂糖を探すのめんどくさいんだったら白砂糖を買うよりは天才糖の方がいいですし、三温糖を買うよりは全然天才糖の方がいいです。三温糖も結局白砂糖を煮詰めたものなので体には別に良くないです。
で、甘いものから出したいんだけど食べたくなるときはこういう黒糖を使ってます。あとは白玉とか和菓子を作るときは黒糖を使ってます。黒糖もね、この喜界島のやつが割と美味しいんですよね。沖縄本島のは濃くてちょっと食べにくいなと思いますね。で、あと蜂蜜もよく聞かれるんですけど、最近毒性があるというのを知ったんですね。で、どういう時っていうと、加熱した時に毒性があるので、40度以下で食べる時は蜂蜜は全然いいと思います。若崎流食用ではね、この砂糖系っていうのは何一つ使わないんですけど、すぐに砂糖を断つのは難しいと思うので蜂蜜おすすめです。ただ蜂蜜も安いものっていうのは砂糖水とかを吸わせているんですね。本当の蜂蜜じゃないのと、あとは殺菌するために一回加熱しちゃってるんですよ。でもっと言うと、プラケースに入ってるやつはプラスチックの成分が溶けちゃってるって言ってる人もいるので、できれば生蜂蜜でこういう瓶詰めされたものがおすすめです。ただ日本では生蜂蜜結構お値段が高かったりもするので、私は結構海外産のものも買います。海外は特にヨーロッパは生蜂蜜じゃないと蜂蜜として売れないって紅茶屋さんから聞いたことがあって、ヨーロッパ産のものとか探してみると日本よりかは安価かなと思います。これは弟がドイツに行った時にですね、蜂蜜を買ってきてもらったんですけど、海外旅行のお土産何がいいって聞かれたら蜂蜜って答えると体にいいものが手に入りやすいですかね。ハワイだとね、白蜂蜜っていうのが売ってました。1瓶400円か500円だったかな。すごい安かったんですよ。なんでできればね、近所で取ってる方とか日本の生産者を応援してほしいんですけど、ちょっと今食費にかけるの難しいなっていう方は蜂蜜がおすすめですし、こう砂糖とか蜂蜜とかもちょっとお値段するものを買っておくともったいなくなって無駄に食べなくなってくるので、体のためにもおすすめです。あとメープルシロップ、ちょっとメープルシロップは私あんまり詳しくないんで、できればオーガニックのものを買ってます。で、メープルシロップも何種類か味の濃さがあって、私はこのアンバーっていうこの結構濃いめの色が好きなんですけど、白っぽい一番搾りのメープルシロップだとメープルの香りが少なかったりするので、お砂糖の代わりに使いやすいです。こんな感じかな。多分ここら辺使う方も多いと思うので、和食を作る時とか普段ご飯食べる時の基本の調味料についてお話しさせてもらいました。他にもこの調味料どうやって選んでるとかご質問がありましたらぜひコメント欄にお願いします。で、またどこかのタイミングでもうちょっと食用のことを伝えできた後ぐらいに、一つ一つの調味料のもっと深い説明もしていこうかなと思いますので、とりあえず今日は私が買う時、お店で買ったりネットで買ったりする時に、気をつけているポイントだったりおすすめしているポイントっていうのを紹介させてもらいました。少しでもお役に立てたら嬉しいです。で、全然ね、今使ってる調味料すぐに捨てて帰ろうとは私は思っていないので、こうお家にあるストックが終わるタイミングで、こう替え時のタイミングでできるところからやってみてください。とにかくご飯がね美味しくなるから、いや調味料変えるの本当におすすめです。心も体も喜ぶご飯を作るためにも試してもらえたら嬉しいし、もしね試した方はぜひ感想いただけると嬉しいです。ということで調味料編でした。はい。またよかったらチャンネル登録だったりいいねボタンだったりお願いします。ということでまたお会いしましょう。ではでは。